はい、キリオです。今日はおじさんおすすめのコインスケールをご紹介。今日紹介するのはアウティンのスタンドにぴったりフィットするように設計されたアウティンセラロコーヒースケールです。これが箱なんですけど、アウティンセラロコーヒースケール。で、見てもらってね、わかる通り、アウティンのスタンドにぴったりフィットするように設計されてます。セット内容にはこういうおしゃれなキャリングケースもついてます。キャリングケースを開けると中身はこんな感じ。充電用の USB-C ケーブルも付属してます。ざっくりと本体紹介します。まずこれが耐熱パッド。シリコン製の耐熱パッドですね。本体のデザインはこんな感じ。で、後ろに Type-C の充電ポートとメインの電源スイッチがあります。で、電源が入ります。で、向かって左側がモードの変更ボタン。2回押しでエスプレッソモード、フィルターコーヒーモード、デフォルトのスタンダードモードになります。で、右側のボタン2回押しで計量単位の変更になります。こちらでタイマーのスタート。で、タイマーポーズ。長押しでタイマーリセット。単押しで重量リセットになります。それじゃあ実際に使いながらね、各モード紹介したいと思います。まず最初豆を計量します。電源オン。豆を計量するときはスタンダードモードですね。これね、リリドリップのビントレ 20g なんで、きっちり 20g、20.0 で出るんで結構優秀ですよ。豆も 18g でおじさん測ってるので、計量単位はかなり優秀です。そしたら次に豆を引きます。流度は 2.1 のほんのちょっと戻しぐらいかな。ホッパーを開けて豆を優しく投入。ホッパーを閉めて本当このフィノとね、バスケットプラスは相性がいいっすよ。なんだかんだ言って電動グラインダー楽だよね。パック準備完了です。そしたら余熱を終えた本体にセットして、スケールをセットします。2回押しでエスプレッソモード。エスプレッソモードにすると、グラスをセットすると、重量が0に抽出します。今タイマーがスタートしました。
まあ、こんな感じで。うん。美味しいです。まあ、今のがエスプレッソモードの動作でした。で、続いて、ハンドドリップモード。うん。フィルターコーヒーのハンドドリップモードをやってみましょう。それじゃあ次はハンドドリップモードを試してみましょう。まず豆を計量します。豆を計量するときは同じくスタンダードモードですね。今回の豆はケニアのウォッシュと。おじさんケニア好きなんですよね。美味しいですよね。ケニアの朝入りです。引き目は、この辺かな。正しく豆を入れて、そしたらフィルターをリンスして、それじゃあハンドドリップモードを試してみます。まずスケールの電源を入れて、ハンドドリップモードにします。そしたらサーバーとドリッパーをセットして、手話ボタンで重量リセット。ただこの状態でコーヒー粉をセットしたら、タイマーモードボタンを押して、コーヒー粉を記憶させます。で、タイマーがこのような表示に変わったら、お湯を注ぎ出すと自動的に計測を開始します。今、抽出が終わったので取りました。そうすると表示が抽出比率と重量と交互に表示するようになります。アウティンセラーのコーヒースケール。見ていただいた通り、アウティンのスタンドにぴったりフィットするんでね、すごく使いやすいです。それでね、エスプレッソだけだったら、もうおじさん使ってるこのブークのスマートスケールね。これで十分なんですけれど、でこれだと小さいのでエスプレッソしかできないんですよ。なので、フィルターコーヒーにもね、対応できるっていう点ではすごくこのアウティンの新しいスケールいいかなと思います。それで、表示もね、100g 超えてもちゃんと 0.1 で表示してくれるので、これだと 100g 超えるとね、小数点以下表示されなくなっちゃうので、それと比べるとしっかりこの大きさでもよっぽど精密なスケールじゃないかなと思います。デザインもね、円形、おしゃれですしね、一つぐらいはあってもいいかなと思います。おじさん使ってみて特に不満を感じることはなかったんですけれど、強いて言えば、ハンドドリップモード、フィルターコーヒーでやる。そのモードは特に使わないかなと思いました。入れ終わった後の抽出比率がいくらかっていうのを表示されるっていうのは、抽出比率ね、入れた後じゃしょうがないんで、入れる前にもう調べとけよっていう話なので、特には使わないかなと思いました。で、エスプレッソモードも、どっちかっていうと、オートスタートとして使うような感じですかね。で、本来は、カップを外すと、そこで、10秒間、重量とタイムを表示してくれるんですけど、こんな風にね、カップを外してすぐに
別なカップで抽出液の余分なやつを受け取るとかっていう使い方をすると表示されないので、実質的にはオートスタートモードっていう感じですかね。でもそれでも、オートスタートがあると便利なので、エスプレッソモードとしては十分に使えると思います。質問等があればね、コメント欄の方にお気軽にお願いします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。